はい、今まで僕の動画を見てくださっていた方もそうでない方もこんにちは、ギタリストギター講師の工藤直之と申します。よろしくお願いいたします。前回ですね、ルーム33の徹底研究テーマ編ということでお送りしましたが、今回はですねルーム33の徹底研究ソロ編パート1ということで、エレピのソロの前と後でギターソロのパートは2回あるんですけれども、まずエレピのソロの前の部分をこいつも2回に分けて、お話ししたいと思っております。今まで同様、前回同様長い、やたら細かいお話とか、だらだらしていくかもしれませんが、お付き合い願えるとありがたいです。で皆さんもね完コピへのお手伝いになればと、少しでもなればと思ってやっております。はい。ですね、まずはですね、この最初のギターソロのコード進行と、使っているスケールについてお話ししようと思っております。一番最初 D メジャー7、その次 C シャープマイナー7、シャープ5。これ前回ちょっとね A の6 9のC シャープベースとかって書いたんですけれども、それよりも実はなんか本来これ C シャープマイナー7ってのだと5度の音が入ってて、シャープ5の音をフラット13とか言うんですけれども、5度の音よく聞いてみたら鳴ってないなと思って、だから素直にシャープ5と書いてフラット13ではなく、シャープ5と書いて、こっちの方が正解だろうということでこっちの方にちょっと変えました。でその次 b マイナー7、その次 C シャープマイナー7、これは普通ですね。でまた D メジャー7で C シャープマイナー7、シャープ5、 B マイナー7、 A メジャー7でその次 E フラット9。この E フラット9って何かっていうと、D メジャー7次行くんですが、この D メジャー7に向かうドミナント、通常は A7、5度上の A7 が来るんですが、これと同じトライトーンを持つという E フラット7と交換することができるんですよね。で、この E フラット7にさらに9っていうテンションを乗っけて、ちょっとおしゃれにしたと。はい。こういうコードですね。はい。で、それ以外は A のキーですから、4、3、ね、3、2、3、4、3、2、1。で、裏コードっていう、こういうコード進行です。エレピのソロの後も同じコード進行が続くんですが、エレピのソロの後の、後半のソロの場合は A メジャースケールを元にソロをしている感じなんですね。ですが、導入部のこの最初のソロは、ほとんど A メジャーペンタトニックスケールで弾いてると思います。A メジャースケール、ペンタトニックスケールっていうのがいまいち、こうピンとこない人の場合は F シャープマイナーペンタと一緒。一気に馴染みのあるスケールかな。ね、こういう感じのね、フレーズ。はい、こういうスケールでやってると思います。はい。A メジャーペンタトニックと F シャープマイナーペンタトニックっていうのは、構成を一緒と。で、この9フレットからの、ポジションもちゃんと把握しておくといいですね。はい。で、ここ、バッキング、ラリー・カールトン、このスタジオバージョンでは、D メジャー7ってこういう風に押さえるよりもこっちですね。こっちの音が聞こえます。C シャープのトップノートに C シャープの音が聞こえるんで、こんな感じでバッキングしてる感じですね。で、盛り上がってくると。こんな感じでしょうかね。はい。で、実際のフレーズの話をしていきたいと思います。はい。では、実際のフレーズ。一番最初、1弦と2弦の7フレットの、チョークダウンから。まずなんか押さえるときの
っていう音が入ってますが、で、その後、ダブルチョークダウンをゆっくりと、こう。で、その後、ここ、ハンマリング&チョーキング。ビブラートかけて、ハンマリング&チョーキング。その次。このビブラートですね。で、こう前回もお話ししましたが、ラリー・カールトンの特徴として、スライドまたはグリッサンドでフレーズを締めることが多いと。で、これも、7フレットまでスライドして、そこで指を離して終わらせています。実際の音を前回同様、すごくスローにしたものを流しますので聞いてみてください。はい。一番最初の音、ピッキングチョークダウンの後の音ってピッキングハーモニクス出てるっぽい感じです。こんな感じに聞こえますが。はい。で、次のフレーズいきます。次。ここ、チョップ奏法って言いますかね。チョーキングの音に僕はドスを聞かせたいときに、かけると思っております。単純にチョーキングだと、こうなるんですが、その前に、例えば手の、右手のここら辺を、ブリッジ側のミュートしたい弦、今回の場合1弦チョーキングするんで、4、3、2弦、何本でもいいんですけど、を、ちょっとミュートしておいて、で、それでチョーキング。これ早くやると、こうですね。はい。こういうブリリっていう音が入ってから、はい、チョーキングする。こういうのを、チョップ奏法っていうと思います。で、チョーキング自体は、すぐに上げて、すぐに下げて、下げた後の音を伸ばす。はい。で、そのままプリング。で、そのままスライド。で、そのままハンマリング。はい。で、ここでビブラート。1回のピッキングでここまで音を出すんですね。で、ここで初めてピッキング。で、次ハンマリン。これも前回よく出ましたよね。いきなりチョークダウン。上げることは入れない。で、ゆっくり下ろして、で、プリングハンマリン。で、3弦弾いて、ビブラートして伸ばした後に5フレット。5フレットまで下げます。こういう感じですね。これも本物ちょっと聞いて確認してみましょう。はい、そういう感じでしたね。5フレットまで最後。こういう感じの音が入ってたと思います。その次いきます。またチョップ奏法ですね。で、すぐに上げてゆっくり下ろす。で、ビブラートかけますね。で、次、ピッキングハーモニクス。こう。ピッキングハーモニクスを出してチョーキングして、ある程度伸ばしてからビブラート。はい。ですね。これもちょっと確認のために聞いてみましょう。はい。こんな感じに、ビブラートしてると思います。はい。で、その次。今度はいきなりチョークダウン。
で、ゆっくり下ろしながら。で、プリング。で、次に二弦でも。で、次、チョーキング。ピッキングしてすぐに上げるんじゃなくて、ちょっとしてから上げて、すぐに下げて、また下げた後の音を伸ばす。はい。で、プリング。で、プリング。これよくブルースなんかをやってるとあるやつですね。同じ音程なんだけれども、違う弦に、スライドとともに、演奏する。はい。で、これ伸ばした後にまた3フレットに下げます。で、今度14フレットまでスライドします。こういう音入ってます。はい、14フレットまで上がります。ここもちょっと確認してみましょう。はい。でしたね。で、次のフレーズ。こうビブラート。で、7フレットまで下がります。はい。で、その次、チョップ奏法で、9フレットをチョーキング。ごめんなさい。半音チョーキングです。で、下げて、で、割とね、あっさりした、グリッサンド。で、14フレットに上がります。ここ、同じようなフレーズですね。さっきやったの。で、ビブラート。で、今度8フレットまで下がります。はい。で、その次、10フレットで、チョップ奏法。で、チョークダウンしながら、弾いていきます。ちょっと下がってからですね。で、この音ってのが、A メジャーペンタの中にないんですね。この音も、このチョーキングして上げた音程。これってミの音、E の音ですね。これ、何から来てるかというと、これは A マイナーペンタから来ております。A メジャーペンタじゃないの？で、A メジャーペンタ、A メジャーのキーの中で、A マイナーペンタを使うっていうのは結構かっこよかったりするんですよ。はい。ブルースとかそういうのではよくありますよね。こういうのを僕はブルーノート的解釈として、考えております。ブルーノートで、いろいろと意見があったりするんですが、僕は、メジャーとマイナーが混在した世界というふうに認識してますね。はい。で、メジャーの中でマイナー弾いたり、例えばマイナーの中でメジャー的な、ペンタの音を使ったりとか、そういうのもあったりします。はい。で、例えば A メジャーの A のキーで、A と D の繰り返しみたいな。ね、こういう風なフレーズ弾いてもかっこよかったりするんですよね。はい。例えばね、ジャズなんか演奏しててもこういうのを使ったりするんですよ。バーニー・ケッセルとかそういう人とか、ケニー・バレルとかもなんかそういう演奏したりしますね。例えば251っていうよくある、Dm7、G7 で C メジャー、こういうようなコード進行ですね。でこういうようなコード進行の時に、普通はワンメジャーの時にC のメジャースケール、C のユーニアンスケールっていうのを使うんですけど、こういうような。このワンメジャーの時に、マイナーで終わっても結構かっこいいんですね。
こういうのもかっこよかったりします。はい。なので、こういう、ね、メジャーなのにマイナーペンタを使うという、こともあるんですね。で、そこから持ってきたんだと思います。で、これで、チョップ奏法とともに、で、下げながら、で、ここからスライドして、彫金。で、ちっちゃいビブラート。はい。ちょっとここら辺までまた確認のために聞いてみましょう。はい。ここ、ちっちゃめのビブラートだと思います。で、その次。ここはちょっと大きめのビブラート。で、最後。ここもちょっと大きめかと思います。はい。ここもちょっと確認してみましょう。はい。で、次のところからちょっとコード進行が変わります。キーが変わります。次のコード進行、F メジャー7。その次、E マイナー7、シャープ5。その次、D マイナー7。で、E マイナー7。で、F メジャー7。で、E マイナー7、シャープ5。で、D マイナー7。で、最後、E 分の D。この E 分の D ってどういうコードかっていうと、僕は個人的には E の SAS4、E7 の SAS4 みたいなの仲間と、認識しております。次にまた A のキーに戻るんで、今転調していたところから A のキーに戻るんで、それのドミナントですね。はい。で、それ以外はこれ、一番最初に D メジャー7から落ちていく、コード進行と同じように、4、3、2、3、4、3、2で、1いかないですけどね。で、ということで、これは C のキーになります。ここら辺。はい。ですんで、C メジャースケールから来た、フレーズ、展開になっております。はい、すいません。ここですね、差し替えさせていただきます。前回までの投稿で、コメント欄に、ここのところはこの音が正しいんじゃないかという、コメントが入りまして。で、僕もそこ、確認してみたところ、おっしゃる通りですね。ということで、どういうことかと言いますと、それまでは、普通にメジャースケール上がっていく感じの、フレーズをやっていたんですけれども、ここのところ、ここレの音からミの音へ半音進行してるんですね。こっちの方が正しいと思います。はい。ですので、前まで見ていってくださった方、ここを修正してくださるとありがたいなと思います。で、一応解説しておきますと、ここら辺はメジャースケールの音ですね。で、ここ、レからミへ半音進行。ここはハンマリングですね。ハンマリング。で、20フレットで、ある程度こう、伸ばした後、10フレットぐらいまでスライドします。カールトンさんは、このスライドで締めること結構多いんですね。で、次のフレーズですが、
ここ結構僕悩んだとこなんですよ。ハンマリングの音が多いなと思ってたんですが、別のポジションでやってまして、ちょっとこれ、結果的にはちょっと違うかなって。で、最終的に、これが正しいだろうと思ったのが、このポジションです。ハンマリングですね。で、ここ、スライド。別のポジションで、とかって、前はやってたんですけれども、これが正しいだろうなと思います。ということですね。今回ここら辺までが差し替え部分となります。ちょっと本物の音源を、もう一回聞いてみましょう。次、で上がっていくんですが、ここでちょっとマニアックなポイントを一つ。その間に、の後に、でこう行くんで、中指を置いたのかな、中指を、準備するためにか、11フレットからこうピッキング多分してないと思うんですよね。っていう、ちょっとスライドしちゃった、置いてスライドしちゃった11フレットから12フレットへスライドしちゃった音が入ってます。ですから、でこういうね、でこう C メジャーの上がっていくフレーズですね。でこの音ってのは、C メジャーの中にないんですけど、次また A メジャーに戻るんで、先行してこう A メジャーの音を、入れたんだと思っております。はい。で、ではちょっと、確認で聞いてみましょう。その前のね、マニアックなところから。はい。はい、そうでしたね。で、ここ、普通に A メジャーペンタ。で、グリッサンドして終わりですね。で、次、またコード進行変わります。で、ここが、難しいとこなのかな。D メジャー7。で、D シャープマイナー7、フラット5。で、E 分の D。で、今度、単3度上がって F から、F シャープマイナー7フラット5の、G 分の F。で、その次2度上がって G から G シャープマイナー7フラット5 A 分の G、というコード進行になりますね。ここ同じ形で、単純にD メジャー7でベースが半音ずつ上がっていっただけっていう、考えでいいと思います。で、ここは F から半音ずつ上がっていった、G から半音ずつ上がっていったっていうことで、D メジャー7、これは4メジャー7ということで、A のキー、A メジャースケールを使う。で、その次、ちょっと下がったな。その次 F から上がっていってから、C のキー、C メジャーのキー、その次、D のキー、D メジャースケールを使う、いう感じですかね。はい。で、ここ、フレーズの解説をしますと、まず、A メジャーのね、これ、A メジャーの音です。で、ここ、ね、
次のこの音に向かう、クロマチックで間を埋めた感じですね。で、あとはA メジャーペンタの音。で、素直に下ろしてビブラート。で、ここで、9フレットまで一遍スライドで下がって、今度は15フレットまで上がります。一遍下げて上げて、で、今度は C メジャースケールの中から今度は加工していく、半音ずつ加工していくフレーズですね。で、今度また C メジャーペンタの。で、面白いんですけど、ここで、素直に下げればいいんですけれども、中途半端な音で止まってます。ね、こういうぐらいの音で、チョークダウンしています。はい。で、次の音。はい、すいません。もう一箇所だけ訂正があります。前のやつを訂正した後にコメント欄にこっちの方が正しいんじゃないかというコメントが入りまして、検証してみたところ、やっぱり、これも僕間違えていましたね。はい、すいません。ということで、こちらの方に変えさせてください。譜面が出ると思います。ここですね。17フレット、16フレット、15フレットのこのスイープになりますね。で、17フレットから19フレットにスライド。で、こういうことになりますね。はい、こっちに修正させていただきます。以上です。次。で、ここなんですが、よくね、で、チョーキングでやってる人いるんですが、ちょっと個人的には違うかなと思っております。この最後の、この音ってのがすごく大事で、次、コード進行はですね、また D メジャー7から、F7、F シャープ7、こういうコード進行になるんで、D メジャー7に行くんですよ。で、そこに行く、先ほど説明しましたが、ドミナント、A7 っていうのをちょっと想定して、で、A7 のテンションに乗っけるテンションであるところのフラットサーティンスの音。この音なんですよ。ね。この音なんですよね。で、この音を入れることによって A7 を想定させる、フレーズ展開になっていると思うんです。ね。ですので、ちゃんとここは、こういう音を使ってるんだと思います。ここも、ちょっと聞いてみましょう。はい。ですね。はい。そういうわけで、今回はここまでということにしたいと思っております。次回は一番ちょっとコード進行の込み入った、ところになると思います。以前に僕はタブ4のスタ、ビデオを上げてるんですけれども、そこら辺をちゃんと、きちんと説明していこうかなと思っております。
とにかくこの動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンの方をよろしくお願いいたします。次回以降のやる気につながると思います。というわけで、今回はここまでということで、ではお疲れ様でした。はい、失礼します。